皆さんこんにちは。今日は無印良品のおすすめ品を10個紹介していこうと思います。今ちょうど無印良品週間ということで全品 10% オフのお得な機会になっているので、この機会にぜひお買い物の参考にしていただけたらと思います。1つ目はこちら。これは洗える足なりフランネルスリッパという商品です。これはスリッパコーナーを見ていた時にこの柄に一目惚れしてしまって購入しました。この表の柄がフランネル素材になっていて、中はふわふわした素材になっているので履き心地がすごくいいです。実は去年も無印良品でスリッパを買ったんですけど、そのスリッパはかかとの部分まで覆ってくれるタイプだったので手を使わないと履けなくて、それがすごく面倒くさかったので今年は普通のスリッパタイプにしてみました。実際やっぱりスリッパタイプの方が履きやすいし、あと何より丸ごと洗えるのがすごく嬉しいなと思いました。秋冬でも私は足汗をびしょりかいてしまうので丸ごと洗えるのはすごく嬉しいので、この秋冬は重宝しそうです。次はこちら。これはブナ材洋服ブラシです。これはこれからの時期に活躍するニットとかコートとかのお手入れに役立つブラシになります。使い方はこういうニットとかをお手入れしたい時にこんな感じで優しく撫でるようにブラッシングをして使います。でこれをすると洋服の表面についたホコリとか汚れが取れたり、あとは毛玉ができにくくなったりして洋服が長持ちするっていう、そういうアイテムになります。結構私は秋冬の服が大好きでたくさん着てすぐボロボロにさせてしまうので、少しでも長持ちしたらいいなと思って大学時代から使っています。普段からブラッシングしているとちょっとやっぱり持ちがいい気がするので、ぜひこの秋冬にお気に入りのお洋服買った人はこういうブラシを用意するのおすすめです。続いてはこちら。これは耐熱ガラスサーバーのショーです。これ蓋は別売りなんですけど、このサーバーを使って私はハーブティーを入れたいなと思って購入しました。以前友達からハーブティーの茶葉をいただいたんですけど、せっかく入れるならガラスの急須みたいなので入れてみたいなと思っていろいろ探してたんですね。で最近無印良品でこういうのを見つけたのでちょっと試しに買ってみました。使ってみた感想は結構洗い物がしやすいなって思いました。普通の急須は実はこの家にも置いてあって使ってたんですけど、口の部分が狭かったり急須の注ぎ口とかまではやっぱり洗うことができなくてちょっと大変だなって思ってたんですけど、これは形がすごくシンプルで口が広いので中を洗いやすいし乾かしやすいし、かなりお手入れが楽なんじゃないかなと思います。でお茶を入れるときはここに茶葉をガッて入れて、でお湯を注いで、で蓋をして、でこの蓋が側面のところにこんな感じでちっちゃい穴が開いていて茶こしの代わりになるんですよ。なのでこの蓋をしたまんま中に茶葉が入ってる状態で注いでも茶葉が出てこないっていう、すごく画期的な蓋になってます。機能性が結構いいんじゃないかなと思うので、この秋冬は温かい飲み物を入れるのにすごく重宝しそうだなと思います。続いてはこちら。これは土釜おこげ 1.5 合炊きという商品です。これは以前も紹介したことがあるんですけど、お米を炊く用の土鍋です。土鍋でご飯を炊くのってちょっと大変なんじゃないかなって思っていたんですけど、ズボラさんほど
土鍋で炊く方がいいんじゃないかなっていうくらい私は買ってすごく良かったです。結構私は炊飯器でご飯を炊くと保温を押しっぱなしだったことを忘れてご飯をカピカピにさせたり、そもそもご飯を炊いたことを忘れてご飯を腐らせることが何度もあったんですね。なんですけど土鍋で炊くと保温機能がないんでご飯が乾燥することもないし、土鍋は使ってない時は戸棚にしまっているので、土鍋が出てる時はそういえばご飯炊いてあったなって思い出せたりしてなので割とご飯を腐らせることがなくなりました。そしてなんといってもこの時期は炊き込みご飯がすっごく美味しくできるんですよ。炊き込みご飯の作り方もこのおこげの説明書に書かれているので、結構簡単にチャレンジすることができるので、ぜひ気になる方はこの機会に買ってみて、で炊き込みご飯を作ってほしいなと思います。続いてはこちら。これは乳液敏感肌用しっとりタイプです。私は乳液はいつも無印良品で購入していて、今はしっとりタイプっていうのを使ってるんですけど、確かさっぱりタイプの乳液も売っていたと思います。でこの乳液のいいところは程よい保湿感なところです。私は鼻の周りがかなり油っぽくなってしまうので、乳液を塗るとすごくベタついてしまってそれが嫌だったんですけど、無印良品の乳液は全然ベタつかないけどでもちゃんと保湿してくれるっていうところが気に入っています。秋冬の今の時期は乾燥してきて保湿が欲しいなって思っているのでよく使っています。あと無印良品のスキンケアのいいところはこの上の部分がカスタマイズできるところです。もともとこの乳液はただキャップがついているだけで乳液出す時にこうやってひっくり返して出していたんですけど、私はポンプタイプがいいなって思ってたので、この上の部分をポンプタイプのものを買ってきて設置してます。スキンケア用品ってほぼ毎日使うものだから、やっぱり自分の使いやすいようにカスタマイズできるのはすごい無印良品のいいところだなと思っています。続いてはこちら。これは甘皮ケアオイルです。これは爪の甘皮をきれいにしたり爪の保湿をしてくれるっていうアイテムになります。この先端の部分がマーカーみたいな形になっていて、で中からオイルが出てくるようになっています。でこの先端部分で爪の甘皮を押しながらネイルケアをしていくっていう感じです。もともとそんなにネイルケアをしてこなかったんですけど、ジェルネイルをしに行った時に甘皮の処理とかあとネイルの保湿っていうのをするとジェルネイル自体が長持ちするし手が綺麗に見えますよっていうのを教えてもらって、それで気になって購入して使い続けています。秋のネイルとかクリスマスシーズン爪先きれいにしたいよっていう人はこういうのを使ってみると気軽にネイルケアができるんじゃないかなと思います。続いてはこちら。これはインスタントのマサラチャイです。もうかなり少なくなっているんですけど、私チャイがすごく好きでよくインド料理とか東南アジアの料理屋さんに行くと注文するんですよ。なんですけど家で飲みたいなって思うと茶葉とかスパイスを集めてきて牛乳と一緒に煮てで茶こしでこしてって結構作るのがめんどくさいんですよね。で気軽に飲めたらいいなと思ってこれにたどり着きました。これは熱湯を注いで溶かすだけなので本当に作るのが簡単なんですよ。この1袋で10杯分飲めるようになっています。
結構好きですぐに終わっちゃうんですけど、ローソンとかにも売っていたりするので気軽に購入ができておすすめです。でマサラチャイももちろんおすすめなんですけど、この秋限定でパンプキンスパイスラテっていうのも出ていて、これも美味しくって結構気に入って飲んでます。マサラチャイよりもちょっと内容量が少なめで売られているのでちょっと高級なんですけど、でも秋の間はパンプキンスパイスラテもおすすめです。続いてはこちら、これはチキン味ミニラーメンの14個入りですこれもだいぶ中身がなくなってるんですけど、これはすごくねコスパがいいんですよ。14袋入ってて399円なので1個28円とかそのくらいです結構私チキンラーメンが好きでよく買ってたんですけど、小腹が空いた時とか夜食用にまとめて買っておこうって思うと意外と値段するなと思っていて、探してたら無印良品の14個入りっていう大袋を見つけて、ああこれだと思って、もう今はいつも家にストックしてあります。これお椀1杯分くらいのちょうどいい量で、なんかご飯今日足りなかったなとか深夜にお腹が空いてしまって眠れないなっていう時にすごく活躍してます。あとこのままボリボリ食べてもベビースタラーメンみたいな感じで美味しく食べれるので、結構いろんな食べ方ができますね。一人暮らししてると家に食材がなくて何も食べずに済ませちゃおうとかって思いがちなんですけど、こういうのでもいいからちょっと食べられるものを家にストックしておくのはいいんじゃないかなって思っています。これは大袋なんですけど、4個入りだとトムヤムクン味とキムチ味もあるので気になる方はその2つの味も試してみてください。続いてはこちら、これは5種野菜のミネストローネです。私ミネストローネ好きで自分でも作るんですけど、やっぱりフリーズドライで簡単に食べれるのがあるとすごく楽で、無印のはちょくちょく買っています。普通にお湯を注いでミネストローネとして食べるのももちろん美味しいんですけど、ご飯の上にこれを開けて熱湯をかけてピザ用チーズを乗っけてレンチンすると、なんとトマトリゾットになるんですよ。でそれがすっごく美味しくて結構重宝してます。寒くなってきてあんまり食材買いに行きたくないなとか、料理するのにキッチンまで行きたくないなっていう時に簡単に食べられるものがやっぱ家にあると、これからの時期はすごくいいんじゃないかなと思うので、ミネストローネもぜひチェックしてみてください。続いてがこちら、これは撥水加工されたショルダーバッグです。これは What's in my bag の動画でも紹介したことがあるんですけど、ほぼ毎回出かけるときは持ち歩いているカバンになります。これのいいところはとにかく大容量なところです。私は結構荷物が多いので、お財布、携帯の他にお薬ポーチとか飲み物とか本とかカメラとか、とにかく何でも入れるんですね。何でも入れても一つに収まってしまうので、本当にこれはすごいなって思っています。もともとはこのショルダーバッグがいいって思ってたわけじゃなくて、とりあえずすごくコスパがいいなと思ったので買ってみたんですけど、結局何年か使い続けていますね具体的なカバンの中身については What's in my bag の動画で紹介しているので、よかったら見てみてください。はい、そして
で最後におまけなんですけど、個人的に無印良品でおすすめのものがあって、それがおかめ通信っていう記事です無印良品のアプリを入れている人は知ってると思うんですけど、アプリを開くと下のところに From 無地っていうタブがあって、でそこから各店舗ごとの記事っていうのも見れるようになっています。でその中で静岡パルコ店さんの記事におかめ通信というのがあって、それがすごく私は好きでよく見ています。このおかめ通信は静岡パルコ店の店員さんが書いてるんですけど、その店員さんの飼っているオカメインコのピーちゃんが記事の中に登場してくるんですね。それがすごく可愛くってで面白くってあんまり私お店の情報記事とかって読むことないんですけど、おかめ通信に関しては毎回楽しませてもらっています。個人的に好きなのは、毎年年が明けると新年のご挨拶でおかめ通信が更新されるんですけど、ピーちゃんとその年の干支が合体してるなんかちょっと雑コラみたいな写真が毎年ついてくるんですね。それがすごく面白くって可愛くって毎年楽しみにしているので、来年も辰年のピーちゃんが見れるんじゃないかなってちょっとワクワクしていますもし無印良品週間特に買うものないなっていう方はアプリを入れておかめ通信読んでみるのをおすすめします。いかがだったでしょうか。無印良品は本当に今までたくさん買い物をしてきたので、全てのおすすめは紹介しきれなかったんですけど、この秋冬におすすめのものを紹介してみたので、ぜひ今週末のお買い物や今後の無印良品でのお買い物にお役立てください。ここまで見てくださってありがとうございました。